はい、こんにちは、むんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日はこちら、カナダにありますフェアモントシャトーレイクルイーズさんをご紹介したいと思います。はい、こちらはですね、レイクルイーズと名前にあるように、湖がよく見える、とても素敵な立地のホテルなので、今回はお部屋までの動画を湖から撮り始めてます。湖からホテルの裏口のようなところから入り、エントランス側に回ってもう一度入り直すっていう形になってますが、このね、素晴らしい湖をぜひね、見ていただきたいと思います。はい。では、早速、お部屋までの様子とお部屋の中の様子撮ってありますので、ご覧ください。
はい。では、お部屋をご紹介したいと思います。お部屋の場所ですが、エレベーター降りて、こんな感じの、この583のお部屋です。こうやって見るとね、部屋数、かなりありますよね。数えませんけどね。はい。で、入りますと、左側がクローゼットになっております。こちらちょっと私のお字がかかってしまってますが、こちらにスリッパあります。あとランドリーサービスの袋あります。金庫は上に置いてあります。はい、ちょっと閉めます。よし、映っちゃうか。はい。で、よいしょ。こちら側を開けると、はい。ダイソンの扇風機と傘とフェアモントのロゴ入ったバスローブ。いい感じです。フェアモントのロゴ入ったハンガー。こんな感じですね。はい。で、右側に行きますと、よいしょ。はい。バスルーム、水回りっていう感じです。洗面台は1機のタイプで、アメニティはルラボです。はい。ルラボのローズですね。で、アメニティはちょっと開けてみます。コットンとかですかね。はい。この辺はシンプルに。あとはシャワーキャップとかあります。なかなか珍しいかも。はい。で、ちょっと、はい、ドライヤー出します。ドライヤー。カナダといえば、これ、もうね、動画見ていただいている方は、どうせまたあれでしょみたいな感じになってるかもしれないですけど、はい、あれです。で、フェアモントのね、ロゴが袋に入っております。こんな感じ。バスタブもあり、シャワーブースあり、お手洗いこちらにあります。で、アメニティはこちらもバッチリルラボのローズです。ルラボいいですよね。いい香りします。はい。よいしょ。今日はちょっと、バスタブ入ろうかなって思ってます。はい。で、私は取っちゃった。はい。で、お部屋は今日はこんな感じ。で、フェアモントさんは意外とね、平米数は狭めのお部屋が多いので、ジュニアスイートみたいなお部屋になってます。確か予約の時はそんな感じになってました。はい。で、充電などは、サイドはないかな。ベッドサイドはないっぽいです。なんかこれ、なんか、いい感じ。これ、映像で今背面で見てるよりも、見た方がっていうか、実物の方が重厚感があるお部屋になってます。いや、まあ、シンプルでいいですね。テレビあります。はい。で、こちら側は、ここにコンセント2つあります。あとはこちらで USB も挿せるようになってます。これ逆サイドにもあったのかな？ちょっとチェックしますね。あ、コンセントありました。コンセントはここにあります。USB はないので USB で充電したい方は逆サイドって感じですね。で、クリスマス装飾が始まっているということでちっちゃいクリスマスツリーやってかわいい。はい。で、こちらが、ビジネスデスクとかですかね。こんな感じでソファーもあります。はい。こんな感じ。あ、これはポストカードかな。これもらってこう。美しいですね。はい。ベア。はい。で、今回は何といっても、もうこちらの部屋を、この眺望を手に入れたかったので、今回はこの眺望を見えるお部屋にしました。はい。レイクルイーズがバッチリ見える素敵なお部屋ですよね。ちょっとカメラ反射しちゃってるかもですが、もうこれを眺めて寝ます。で、これがですね、意外とこれちっちゃく見えるかもしれないんですけど、実はですね、ベッドから湖と山がちょうど見える角度になってるんですよ。これはね、考えられてる。はい。おしゃれですよね。はい。で、今日は雲がね、高いので、しっかり山の上まで見えて、湖面にこのシンメトリーで反射してるのもね、皆さん見えるかと思いますが、おしゃれですよね。はい。ということで、今日宿泊するお部屋はこんな感じになってます。で、今日は、アフタヌーンティーをいただきに行くのと、夜ご飯はチーズフォンデュでもしようかなと思っているのと、朝食もね、つけてあるので、はい、まとめてご紹介できたらと思います。では、引き続きよろしくお願いします。失礼します。はい、よろしくお願いします。本日はこちら、
フェアモントさんのシャトーレイクルイーズをご紹介したいと思います。で、ルームキーはこんな感じ。これ向きこうかな。こんな感じで、後ろにはこんな感じでピント合うかな。よいしょ。ピントが合わない。困った。こっちなのかな。これか。これだった。はい。ちょっとね、合うまでに時間かかってしまって申し訳ないですが、はい。フェアモントさんのルームキーこんな感じで木になってます。で、フェアモントさんはホテルのグループだとアコーグループで、日本にも東京の湾岸沿いにもうすぐフェアモントさんできますが、アコーグループのラグジュアリーブランドっていう感じですね。ラフルズさんとフェアモントさんが結構ね、上の、ブランドかなっていう感じがします。はい。で、こちらはカナダのアルバータ州ですね。カルガリーから車で3時間ぐらいですかね。私もバスで来ましたが、そんな距離感のところにあるロッキー山脈の、ふもとにあるね、美しい湖の元にあるホテルになります。で、ずっとね、私はカナダでこのホテルに来たかったので、憧れのホテルだったんですけど、ようやく来ることができました。はい。で、感想なんですが、何からってまず湖からですよね。今回は、お部屋から、湖がね、見えるお部屋を予約の時から指定して、そのお部屋にしてますが、ホテルのレストランとかから全てほとんどこの湖と山が見えるレイアウトになっているので、お部屋でね、ゆっくりして、景色はレストランで楽しむとか、外に見に行くとか、のんびりハイキングがてら、外のベンチに座ってみるとか、そういうのでも十分かなとは思いますが、やはり今も朝起きて山が見えてるんですけど、今はね、雪が降ってるので、頂上の部分は山は見えてないですが、湖はしっかり見えてますが、これはね、これで、至福の時ということと、日本から来る方はそんな頻繁にカナダに来るってことはないと思うので、一度のね、楽しみとか、本当にね、何年かに一度の楽しみっていう方は、ちょっとね、値段が変わっても、湖が見えるお部屋を指定して、ちょっと贅沢するのがいいのかなと私は思います。私が次回もしもここに来ることがあるとしても、やっぱり湖が見える部屋を指定するなと思いますので、はい、そんな感じになります。で、やはりそれなりに価格もするホテルなので、そういうところがね、ネックになる方もいると思うんですが、私は今11月の中旬から下旬ぐらいの期間に来てるんですけど、この期間は、ハイシーズンの夏に比べると価格としては半分もしくは3分の1ぐらいの価格になっている時もあるので、この季節意外といいんじゃないかなと思いますが、夏のね、山を見たいっていう方も多いと思うので、これ難しいですけどね、ハイキングしたり、ちょっとね、他の湖を30分とか1時間山登りしてでも楽しみたいっていう方もいらっしゃると思うので、そういう方はやっぱハイシーズンの夏がいいかなと思うんですが、この時期、この11月の中旬頃は、雪がね、積もってるロッキー山脈とか道中の様子も見れて、カルガリーから少しずつ雪が増えていく感じも美しくて、なんかこれはこれでね、私はいいと思うんですね。私はこういう景色はとても好きなので、なんかすごくいいタイミングできたなと思ったりしてます。で、ハイシーズンではないので、やっぱお客さんも少ないので、レストランとかもゆとりがあるっていうことと、写真を撮りに行くにも、いますけど、10人とかのね、単位しかいないので、なんかこう、のんびりね、本当にゆっくりできるなっていう感じで、観光地して賑わってるっていうよりは、すごくこう、静寂がある山岳リゾートに来たなっていう気がするので、なんかこのタイミング良かったなって気がする感じしますけどね。バスの予約とか、カルガリーでの過ごし方とかも割と人にこう余裕があるというか混雑していないので、ゆっくりできるなっていう気は正直しましたね。はい。で、その他の部分なんですが、いろいろとあるんですけど、まずホスピタリティは、さすがにね、フェアモントのグループの中でも、フラッグシップといいますか、看板になるようなホテルなので、スタッフの対応はさすがにつきます。はい。で、何よりもこう、コミュニケーションがね、これはカナダ全体で思うことなんですけど、ウィスラーでも感じたんですけど、とてもね、働いてる方々が楽しそうに働いている&話しかけてくれるっていう感じで、なんかね、ニコニコしちゃう雰囲気、ホスピタリティがあって、日本のホテルのホスピタリティとはちょっとまた違うんですけど、これなかなかすごいぞっていう感じがしますね。もっと
日本のホテルも楽しさね、働く方にあっていいんじゃないかなっていう気はしますね。そういうことを感じるホテルももちろんあるんですけど、ちょっと硬すぎるかなと思う時もあるので、ものすごく気持ちのいい一流のホスピタリティだなって気がするので、これはね、ホテルの、立地、我々が日本から来るとした場合、結構な距離移動してくる価値があるね、ソフト面も整ってるなっていう感じがねしました。はい。で、レストランの方で、日本人の、ね、方がいらっしゃってちょっとね、話すことができたりとか、そういう一期一会の出会いも楽しかったなと思います。はい。で、レストランとか紹介していきたいと思います。まず今日はちょっともうこの憧れのねホテルなので、もう贅沢すると決めてたのでいろいろ贅沢してます。で、まず一つ目が、アフタヌーンティーいただきました。はい。アフタヌーンティーは写真載せれるかなと思うんですけど、レストランも写真撮れたかな、撮れてたら載せますが、やっぱりと言いますか、さすが、こちらのホテルということで、アフタヌーンティーの席からもしっかりね、湖と山が見える席で、いや、たまらんですね。もう本当になんかこう、一人で来ても外を見ながらね、ゆっくり見てるのが楽しいっていう感じで、誰かと来たらね、こう、たまに見て喋る、食べるみたいなのがとても気持ちよくて、なんか時間がね、ゆっくり流れて、本当にホテルで一日いて、もうのんびり考え事したり、こう、その迫力、自然の迫力を感じていろいろ感じたりとか、感性がね、研ぎ澄まされるようなホテル空間で、それがこうレストランとかでもやっぱり昼間はね、あるなっていう気がしました。はい。で、夜ご飯はチーズフォンデュをいただきました。で、チーズフォンデュのメニューを頼んだんですけど、あんまり深くメニューを見ずに頼んだので、それにお肉もついていて、チーズフォンデュでお腹いっぱいで、いいお肉をね、その後来て、お肉美味しかったんですけど、最後のは結構ね、格闘技みたいになってましたね。戦いになってましたけど、でも美味しかったですね。で、そのレストランの雰囲気も載せようと思いますが、夜は夜で、さすがね、山岳リゾートの、レストランだなっていう感じで、木をね、ふんだんに使ったようなデザインで、暖色の間接照明が映える感じで、ただ、こう、日本のホテルでたまに感じる光量を落としすぎっていうことがなくて、光量もとても素晴らしくて、これ良かったですね。で、これちょっと他のホテルのことをここで言う必要があるのかわかんないんですけど、料理ってやっぱ視覚も大事だと思うんですよ。もちろん味とかも大事なんですけど、やっぱ見ながら食べる楽しさってあると思うので、光量を落としすぎてしまうと、話とかをするには横の人がわからないとかっていうのがいいのかもしれないんですけど、やっぱね、美味しい料理はある程度は視覚的にも見える状態が嬉しいなと思うので、その辺のこう光量のバランスがとても秀逸だったなと思いました。はい、なのでこちらも良かったですね。はい。で、あとは食事関係は朝食会場を、と朝食ですが、朝食はメインの料理ですかね、卵料理とかは選択できる形で、野菜とかフルーツとか、サーモンとかベーコンとかそういう軽いものはビュッフェスタイルっていう、ホテルのね、朝食だと割とあるパターンかなと思うんですが、という感じでした。で、食事は、なんかもうカナダ全体がね、ご飯結構美味しいなと思うので、そのもう礎がある感じなんですけど、こちらのホテルの朝食も、全て美味しかったですね。ちょっと口に合わないなっていうものは何一つなかったので、はい、なんかそういう意味でもね、カナダってまずいいなって思うことと、こちらのねホテルもさすがですよね、抜かりなかったなと思います。はい。そんな形ですかね。あとは、プールがあります。一応写真撮れたので、撮れる雰囲気だったので撮りましたけど、人が割といたので、公式の写真があればそれをお借りするかもですが、一応載せようと思いますが、室内プールもあります。で、ちょっとね、お部屋までの動画で映ったかわかんないんですけど、工事中のエリアがあるんですけど、来年ぐらいを完成を目標に、室外の温水で入れるプールを建設中ということで、もしね、これがインフィニティプールみたいので、レイクルイーズ側にね、あるので、ガッて見えたら、またね、このホテルは素晴らしいことになってしまうぞという感じですが、はい、そんな施設も増設中ということで、もしかしてね、一生に一回だけでも行ってみたいっていう方は、そのプール完成後の方が狙い目かもなっていうのが、正直なところです。はい。そんな感じですかね。で、ちょっと、
日本に帰ってからカナダに来たよっていう動画を撮って、この動画の何個か前に上げてると思うんですけど、そこでね、結構今回は旅のボリュームが長いので喋れないかもしれないんで、交通の便を少しお伝えしておこうと思うんですけど、もしもご自身で旅行を手配されるっていう場合に、やっぱネックになるのはここまでどうやって来るのかっていうことだと思うんですけど、ツアーとかならね、このバンフとか、レイクルイーズとかの辺の組んでるツアーとかもあると思うんで、それで申し込む方はそれで問題ないかなと思うんですが、そうでない方は、まず旅の拠点になる都市はアルバータ州の州都かな、カルガリーになります。100万都市ぐらいですかね。なので人口100万人ぐらいの都市で高層ビルも建っていてカフェとかもある街ですが、でここにどうやって来るかなんですけど、割と路線が多いのはバンクーバーに飛んで、バンクーバーからカナダの国内線でカルガリーに飛ぶっていうパターンが路線というか本数は多いと思います。で、本数を気にしなくてとにかく早く来たいっていう方は日本からカルガリーへの直便があるので、カルガリーに飛んでからどうやって来るかって感じになると思うんですけど、私今回バスで来たんですけど、往復で1万5000円くらいだったかな、1万5000円から2万円ぐらいの間だったと思うんですけどのバスがありますので、私はこれをおすすめします。他にも選択肢があるのかもなんですけど、バスが結構おすすめです。で、空港の到着口の南蛮ゲートっていうところから出てるので、こちらで来るのが良いと思います。で、予約をしたらそのままバスに乗れるわけではなくて、到着ロビーに日本でいうとレンタカーみたいな感じの場所にチェックインする場所があるので、そこでチェックイン手続きをするとカードみたいのをもらえて荷物をね預けれるみたいな感じになるんですけど、そんな感じでバスで来れますので、バスがいいところはロッキー山脈のね壮大な景色をずっと眺めながら来れるので、2時間半から3時間ぐらいバスで来れるんですけど、全く眠くなったり退屈することはないと思います。なんとなく自然を見てて、車窓を流れていく景色を見てたらついてしまうので、はい、これはバスね、素晴らしかったなと思いますね。で、こちらに魅力を感じる方は、山のね、大自然みたいのを魅力に感じてる方だと思うので、そうなると全く退屈じゃないので、むしろね、あれを見てから、他の選択肢があったら飛行機で15分、30分で着いちゃうとかになると、それはそれで美しいかもだけど、なんかもったいないなと思ってしまうので、あえてね、バスで来るのをおすすめします。で、その他、海外の地でも、国際免許とか使って、運転することに抵抗がないっていう方はレンタカーとかで来ればね、道中で泊まることもできるので、そういう選択肢もあるかなと思いますが、そうなると事故のリスクとか他のリスクも発生するので、ちょっとね気軽になりきらないっていうところはあると思うので、バスがね結構いい選択肢なんじゃないかなと思いますね。はい、そんな感じの交通の便になってます。で、来る途中に先ほどねポロッと言って説明してなかったんですけど、このカルガリーから山岳リゾート地に来る拠点みたいなところがバンフっていう都市があるんですけど、観光地っていう感じでちっちゃい軽井沢みたいな感じなんですけど、そちらでねちょっと滞在して、何泊かしてそこを拠点に動くっていう方が結構多いと思うので、そういう選択肢もねありかなと思います。で、ちょっとねバンフの街の様子とかは写真が撮れているので、いくつか前のカナダに行ってきました紹介動画ありますので、ちょっとリンクね貼っときますけど、そちらでね見ていただけるとその辺の感じもわかるかなと思いますので、バスの道中のね景色の様子の動画とかもそちらで紹介してると思いますので、ぜひねご覧いただいて興味持ってもらえたらなと思います。はい、ちょっとね話がそれてしまいましたが、ホテルからということで、今回は説明はそれぐらいかな終わりましたが、このフェアモントシャトーレイクルイーズさんですが、めちゃくちゃいいですね。憧れてきて、予想以上だったなと思いますし、動画でね景色素晴らしいなと思っていただける方も多いと思うんですが、やっぱり私も写真を見てきましたが、写真通りだななんてならないです。もう写真なんかじゃこのスケール感は伝わらないなっていうのが来た印象なので、もしね魅力的に思ったら一度写真を見たからもう他のとこ行こうかなではなくて、ぜひね来てみて、このホテルから見える山の迫力を感じてねもらいたいなと思います。はい、で私は割と山が好きな子なので、ちょっとね熱量がカナダは全体的に上がるなっていう感じなんですけど、
はい。まあ、率直に来てよかったなと思いますし、そんなね、何回も来れる場所じゃないのかもしれないですけど、またね、ゆっくりハイシーズン夏とかに、ピクニックも兼ねて、もうちょっとこのバンフエリア、レイクルイーズとかこの辺のエリアで長期滞在するつもりで、このエリアで4泊5泊するつもりで、またね、いつか足を運びたいなと思いますし、帰りのね、フライトでは次のフライトを探してしまってるかもなっていう、はい、それぐらい好印象なホテル、エリア、リゾート、国だったなと思いますねっていうのも、もうなんかカナダのまとめみたいになってますが、もうちょっとね、カナダにいるんですけど、はい、そんな感じで、素晴らしいホテルでした。ぜひね、皆さんも一度足を運んでみてほしいです。はい。ということで今日は、これでいいか。アコーグループのフェアモントさんのシャトーレイクルイーズをご紹介しました。はい、来てください。では、今日はこんな感じで終わろうと思います。ありがとうございます。失礼します。